皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちら。かつてね、大会で使われていたベイスタジアムスタンダードタイプ、通称 Q スタンダードを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回は私の水渡とつぶやきさん太郎で対戦していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではやっていきましょう。行きましょう。お風呂の中かな響くぜ。それではお互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ギルティロンギヌスオーバーゾーンダッシュ Z0。ダイナマイトペルセウスオーバーメタルドリフト4、ファーストギア。ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。いけ。おー、ぶつかる。嬉しい。ぶつかるよ。危ないよ。もうね、オーバーの危機があるからね、このスタジアムはね、壁が近いな。ね、小さいよね、スタジアムが。いやー、でもさすがのダイナマイト、なかなか飛びはしないね。そうね、あとゾーンダッシュ Z だとね、ちょっと踏ん張りが足んないのはあるかもしれないね。さあ、あとは送り合い。ドロー、もう一回やりましょ行きましょう。う。やっぱりこういうのがね、倒れないドライバーだとどのスタジアムでも一緒だね。そうね。レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。危ないけ危ない、怖い。いや、外周走っても若干ぶつかるチャンスがあるのいいな。そうね。まあちょっとね、ちょっと弱めに真ん中に打ったからさっきと動きだいぶ変わったな。ね。このスタジアムはね、アタックを回避するみたいなシュートの仕方も考えないといけないのが難しいところなんだよね。昔散々つぶやきさんからになんかボコボコにされた思い出がアタックタイプでケチョンケチョンにされた思い出が今脳裏をよぎったけど、懐かしいな。さあ、いやー、さすがに。お、でもまだ生きてる、まだ生きてるよ。ズルだってダイナマイトかな。スクイフィニッシュ、ダイナマイトペルセウスに1ポイント。まあ、やっぱりね、倒れないドライバーだったらスタジアムがどこであろうと送り合いはこういう風になっちゃうね。そう。ただあと送り合いの回転量の与え合いもちょっと違うよね。そうね、DB スタンダードタイプみたいに真ん中に寄り添う感じにはならないから結構こう離されたりしてね、うまくやればそのドライバーの動きで送り距離ができちゃうかもしれないね。そこもちょっと面白いね。あとドローになればドローになるほどね、オーバーする確率が上がるのが嫌なんだよそうね。アタックタイプはちょっと嬉しいポイント。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ロアバハムートギガドリフト10。ロアバハムートハイブリッド9。久々にハイブリッドの鳴き声聞いたわ。さあ、久々のハイブリッドがいけるのか。セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュ。アタックタイプドリフトの動きたい動きが加速したよ。あ、これまずいか。まずいパターン入ったか。さあ、ハイブリッドは外周を回って、でもそんなにね、この動きをしたいわけじゃないんだ。そう永遠に回り続けるやつじゃない。永遠に回り続けるやつではないと思うんだけど、なんかやたら回り続けるね。嫌な予感するんだけど。いやでもね、この動きね、ちょっとね、体力失うからね、そこがちょっと嫌なんよね。あ、ほら、降りてきた。さあ、ここからおしよし。フィニッシュ。ギガドリフトのラバハムートに1ポイント。よかった。ちょっと一瞬嫌な予感したよね。いや、やりたいのはこの動きじゃないんだよな。うまく決まんなかったな。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。レイジヘリオスベアリングドリフト 3A。 バニッシュロンギネスイグニッションダッシュ0。サードバトルレディーセット、3、2、1、ゴー。危なき
ュがね、そのアタック対策としても強いってところがここでは見れるかもしれない。そうね。うわー、吸ってるよ。よくないよ。どうすか。オッケー、フィニッシュ。バニッシュロンギヌスに1ポイント。やりたいのセミみたい。やりたいのはこれなんだよな。お互いのフォースデイ。せーの、じゃん。アルティメットベリアルイリーガルハイチャージダッシュ9。ワールドディアボロスアウターメビウス 1S。 なんか見たことあるな、それ。左回転にしました。フォースバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。危ねマジ？マジ？オーバーフィニッシュ。ワールドディアボロスに2ポイントということで、この勝負は私の水渡るとチョメマルの勝利。嘘だろ？今ちゃんと下についたもんね。ついたついた。想定外すぎるわ。マジかよ。やるじゃねえか、ちょめまれ。 5G バトルの勝敗が決まりましたが、最後までやっていきましょう。お互いのフィフスデイ。せーの、じゃん。ジフォイドエクスカリバーザンザスエクシードダッシュ X2。 ホロールシファーホイールジャスト 4A。 これも借り物。懐かしいな、なんか見たことあるぞ、それも。フィフスバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。改めましてバーストフィニッシュジホイドエクスカリバーに2ポイント。とんでもない暴れ方したんだけど、バーストの勢いがすごすぎて怖かった。やっぱりこのスタジアムだとこういうねバチバチしたのが見れるね。はい、ということで今回は旧スタンダードスタジアムを使って 5G バトルをやってきましたが、いかがだったでしょうか。いややっぱりこうバチバチとしたねアタックとかスタミナタイプ使ってる俺としてもかなりオーバーの危険が高くて結構怖いバトルになったかなと思います。いや、久々にこのスタジアム使ったの楽しかったな。楽しいね。ちょっとねやっぱりスタジアムのサイズがね小さいかなっていうのは印象として思うところではあるんだけど、やっぱりこのスタジアムはねアタックタイプも輝くし持久タイプは弱くなったわけじゃないし、そうね、そうでアタックが輝くということはディフェンスタイプも輝くというわけで、なんやかんやバランスが取れたねスタジアムかなとは思います。ちょっともう優勝方法がないんでね、なかなか今持ってない人はこのスタジアムでやるってのは難しいと思うんですけど、ぜひ持ってる方はねまたこれで遊んでいただきたいなと思います。そして今回はちゃんとねバーストもオーバーもあったし、まあオーバーはちょっと意外な形ではそうね、まさかの。いや、4戦目の時ね、アルティメットで一気に相手をぶっ飛ばしてやろうかなって思ってたら逆にぶっ飛ばされましたわ。そう、普段動画見てない方にとって何のこっちゃ分かんなかったかもしれないけど、今日参加できないメンバーのねちょめまるさんからこれをぜひ使ってほしいって言って託されたやつがまさか2ポイントを叩き出すとは思わなかったね。強かったな。まあやっぱりこのスタジアムでも自分の背後にねポケットがあるとアタックタイプはねオーバーしちゃうっていう危険性はもちろんあるんだけど、ポケットの逆側は壁になってるから絶対に、だから同時オーバーとかはないよねっていう。そう、そこがいいよね。まあこの辺で当たればうまくいけば同時オーバーするかもしれないけど、まあめったに起こんないような気がするね。なんか気持ちよく勝てるよね。そして今回ねこの旧スタンダードになったから俺はこのイグニッションダッシュとねハイポイントをねまた使ってみようと思ったんだけど、ちょっと見せたい動きはねできなかったんだけど、その一部の片鱗はねお見せできたかなと思います。ちょっといいかな、この動きねそう電動ドライバーはこういう感じでね DB スタンダードタイプ以外だと一人手に回り出したりするんよ。で止まったと思わせてそう最後の最後までじわじわと回り続けるやつね。そう、ちょっと久々につけたからあんまりうまくいってないかもだけど。いやなんかねもしかしたらなんだけどこの
DB とか BU のレイヤーってさ、アーマーが上部分にあるじゃんね、そのせいかなんかちょっと姿勢が悪いというかこけやすいんかなと思って。ああ、なるほどね。相性がちょっと悪いのか。そう、この軸先の部分がスタジアムにね設置してないとこの軸先が回って動きがするから、それがちょっとしづらいのかなって思った。特にこっちのロアバハムートの方はかなりなんか横になっちゃったなってイメージ。もう軸先が当たってないというかフリーになっちゃってるかなっていう感じがするね。こっちもちょっとやれるかやってみようか。おかしいっていう動きがちょっと今は右に回っちゃったけど、そう、左回転の時に持久の最後の方でね、ああやってグッグッって動くっていうのがこのハイブリッドとイグニッションダッシュっていうね強かったドライバーのね特徴なんだけど、まだまだね使えると思うし、ぶっちゃけねこのスタジアムにおいてドリフトよりインチキだと思ってたからそうねあんま DB とかよりはあえてマスターとかその昔の世代のちょっと強めなやつと合わせるとまだ強い動きできるかもしれないなと思いました。いやーでもやっぱり総じてね、こう今バトルをした体験としての豊かさってのがこのスタジアムはめっちゃおもろいなと思った。なんかヒリヒリしたよね。そう、アタックの良さと、ディフェンスの良さ、スタミナの良さがそれぞれ生きる感じがするのがいいよね。そしてやっぱりこのスタジアムはね本当に打ち方によってベイの動きもめっちゃ変わるから、それ試しにやってもらおうかなで4戦目で使ってたこのハイチャージダッシュ、まず平行に打つと外周走ったり壁蹴りしたりする動きができて、斜め打ちラッシュシュートすると真ん中に落とす動きっていうのができて、だいぶさっきと動きが違うと思うんだけど、こういう打ち分けの仕方もこのスタジアムだとやりやすい。そうね、特にエクストリームとかみたいなラバーのドライバーはかなり顕著にねその辺の動きが出るんだけどね。だからこの時給を使ってる側はそれに当たらないような動きをしたりとかねしないといけないわけで、例えば1戦目つぶやきさん太郎がギルティを使ってる時、僕はねあえてダイナマイトを多分ねこの画面左奥の方に向かってこうなるようにシュートしてたんだよ。っていうのはギルティの動きがこう回ってくると思ったから衝撃当たらないようにこっちから回すためにこの向きでシュートしたみたいな。考えてるね。そういうのがこのスタジアムはマジで重要。戦略性もめっちゃ高いんだよね。シュートの仕方もあるしベイのカスタマイズもあるしっていうのでかなり奥深いスタジアムになってるかなと思います。まあ今手に入んないっていうのだけがねちょっとネックなとこではあるんですが、またこういうね似たような形の新しいスタジアムね出してくれたら嬉しいよね。そうね、まあとっても面白いので持ってる方はぜひこの旧スタンダードでまた遊んでみるのもいいかなと思います。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。